どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前組織培養水草7200円分とホームセンターで買った流木を組み合わせて作った30センチキューブレイアウト水槽の動画を出したんですが、覚えていますでしょうか？あれからなかなかタイミングがつかめず、経過報告をしていなかったんですが、今しかないということで、その後の経過報告をしていきます。例のごとくだいぶ時間が経っているので、まだ立ち上げの動画を見ていない方は、概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらから見てみてください。というわけで今回は、あれからあの水槽がどうなったのか、赤裸々に告白していきます。それでは早速やっていくんですが、いつものささっとおさらいから。適当に買ってきた組織培養水草を使うために急ピッチで水槽を立ち上げるということで、あり合わせの流木を組み合わせて簡易レイアウトを制作。あまり複雑な形にすると植栽スペースも少なくなりますし、メンテナンスも大変そうなので、僕だけで完結できるようなものにしました。植栽した水草はすべて初めて使用するもので、レイアウト力向上のためにもいろんな水草にチャレンジしようという今年の目標を意識した形です。そこからいつものように植栽していき、珍しくすぐに注水しました。普段はミスト式で1ヶ月ほどかけるんですが、今回はソイルの傾斜もほとんどなく、前景に植えているショートヘアグラスがあまりミスト式と相性が良くないという情報を得ていたので、ミスト式を省いた感じです。露材が出来上がったフィルターもありましたしね。というわけでやっていくんですが、まずは CO2 添加を行わなければなりません。いつも通りシルボンを使用するんですが、設置するスペースが限られているため、今回は1つのシルボンを2つに分岐しようと思います。もともと隣の30センチキューブ水槽に使っていたシルボンを流用する形ですね。というわけで早速取り出したのはこちら。CO2 分岐のためのパーツです。こちらはアリエクスプレスで購入しました。確か価格は1500円くらい。このようにバブルカウンターが2つ取り付けられるようになってます。というわけで早速取り付けていきます。まずはもともとつけていたバブルカウンターを取り外し、先ほどの分岐パーツをかませます。あとは付属のレンチで回すだけです。基本的に分岐させるのはこういったパーツをかませるだけでできます。今回は2分岐ですが、最大6分岐まで可能なパーツが販売されています。ただ、シルボンの圧力はミドボンに比べて高くないので、分岐すればするほど圧力が安定せず、CO2 の供給が不安定になります。なので、個人的にはシルボンを分岐したい場合、2から3分岐で留めておくことをお勧めします。ちなみにこういったパーツがなくても、チューブに取り付ける Y 字のパーツがあれば分岐できるんですが、肝心のバブルカウンターが遠い場所にあると調整がクソほど面倒になるんで、シルボンに直接取り付けて分岐できるパーツを使う方が後々幸せになります。というわけでいつもの定位置に置きました。分岐パーツをかませれば、このようにチューブをつけるだけで簡単に2つの水槽に CO2 添加ができます。今回は仮設置ということで不格好ですが、気が向いたら改善するかもしれません。それでは実際に試運転していきます。ピントが合ってなくて申し訳ないんですが、
1から2秒に1滴くらいのスピードで調整します。分岐はこの調整がクソ面倒でやる気をそがれるんですが、2分岐ならまだ許容範囲です。ボンベ内の圧力が下がると供給スピードも変わるので、水槽観察するときはついでに見ておくことをお勧めします。ということで、無事に CO2 添加まで完了したので、ようやく成長過程の解説に移ります。実は CO2 添加は注水してから2日後にしているんですが、やはり2日では全く違いがないですね。CO2 添加もしてなかったんで当たり前ではありますが、ちなみに植栽している水草は、手前がショートヘアグラス、その奥がエキノドルステネレスブロードリーフ、左奥がギニアンハイグロ、その隣が枯れかけてたポゴステモンダッセン、一番奥がクリプトコリネトンキネンシスとなっています。陰性水草とバチバチの有形層が入り乱れるカオスな空間ですが、成長が楽しみです。というわけで、いきなり飛んで注水から19日後の映像がこちら。だいぶ伸びてきましたね。本当はもっとちょくちょく経過報告する予定だったんですが、なかなか時間が取れず飛んじゃいました。焦げ取り生態は入れていないんですが、まだ苔もがっつり生えるわけでもなく、管理は簡単な部類です。ショートヘアグラスは一番前面に植栽していたんですが、このようにしっかり地下茎を伸ばしていることがわかりますね。これから勢いづくと至るところにひょっこりはんするみたいなんで怖いんですが、まあそれも自然感があって面白いのではないでしょうか。こうやって実際にランナーを伸ばしているところを見ると、水草も生きてるんだなとしみじみ思いますね。中継に植栽していたエキノドルステネルスブロードリーフは想像以上に成長が早いです。この水槽の環境に合っているからなのか、急激な成長を見せています。水草の背丈自体も結構伸びたんですが、ランナーの伸ばし方がえげつないです。くしくもショートヘアグラスと同じランナーで増えるタイプの水草なので、どちらが勢力争いに勝つのか見ものです。続いてギニアンハイグロ。こちらは結構葉が太く明るい感じの水草だったんですが、思った以上に綺麗で気に入りました。最近新しく組織培養水草として売られ出した品種のようで、あまり育成している人を見かけないため、今後の成長が楽しみです。最後に枯れかけてて495円で買ったポゴステモンダッセン。こちらは葉がめちゃ細い感じの水草なんですが、結構いい感じに成長してます。根元が枯れていただけなんで、悪い部分を取り除いたことで何事もなかったかのように育成できてますね。バリバリの有形層なので、どれくらいの成長スピードなのか観察しないといけません。今のところ背丈はブロードリーフよりちょっと長いくらいです。一番奥に植栽していたクリプトコリネトンキネンシスは陰性水草ということもあり、なかなか成長しないですね。ちゃんと後継層として使えるのか心配になってきました。続いて植栽から25日後の映像がこちら。先ほどの映像から9日しか経っていないんですが、だいぶ変わりました。特にポゴステモンダッセンが強さの片鱗を見せてきました。こんな感じで背丈が伸び、茎部分がぶっとくなってます。色味は若干黄色っぽく淡い感じの色なんで、別の水草との境界線がぼかせるのはいいですね。ギニアンハイグロの方は形が変わってきてだいぶ印象が変わりました。
最初はただのまっすぐな感じの葉だったんですが、枝分かれしてるような形になってきて、繊細さが出てます。なかなか面白いですね。そして前傾草は実は結構大変なことになってまして、順調にショートヘアグラスも成長しているんですが、中茎に植栽していたエキノドルステネルスブロードリーフが一気に暴走しだしました。映像のように最前列までランナーを伸ばし勢力を拡大中。今のところ1本のランナーが一番手前に陣取っている感じですね。エキノドルス系はあまり成長が早いイメージがなかったんですが、このブロードリーフを育成してみて考えがガラッと変わりました。ここまですごいとちょっと恐ろしく感じます。続いて植栽から30日後の状態がこちら。なんか一箇所だけボリュームがえげつないことになってますね。5日間だけでこんなに成長しているポゴステモン脱線に驚きを禁じ得ません。5日前までは15センチくらいの背丈だったんですが、いきなり水面付近まで伸びてます。これが水草のスイッチが入るってことなんでしょうか。最初は黄緑色だった葉の色も、ところどころ紫がかったものが出てくるようになってます。隣のギニアンハイグロはまだスイッチが入ってないようで、ポゴステモン脱線との差は歴然です。それに対して一番奥のクリプトコリネトンキネンシスは全く見えないですね。このままポゴステモン脱線に後継層の座を奪われてしまいそうです。そしてもう一つの暴れん坊将軍がこちら。エキノドルステネレスブロードリーフです。5日前に比べて明らかにランナーが増えてます。ショートヘアがいる場所にもお構いなしで増えてきてます。最初は1本しかなかった前面のランナーが2本くらいに増量。そしてランナーを伸ばす水草を2種育成して分かったんですが、ショートヘアグラスの場合はランナー自体が深くまで潜っているのに対し、ブロードリーフの方は根っここそ地中に埋まってますが、ランナーは低床の上を張っています。育成環境によって違いが出るのかもしれませんが、ショートヘアと若干の住み分けがされているようです。ただ、背丈からしても日照圏をダッシュしそうなブロードリーフが今後も勢力を拡大してきそうですね。ショートヘアは防戦一方でどうなるのか楽しみです。そんな感じで立ち上げから1ヶ月間の成長過程をお話ししてきたんですが、やはり前傾、中傾、後傾というざっくりした水草の分類はありますが、成長速度やスイッチが入るタイミングが水草ごとに全然違うため、そういった特性も加味して植栽しないといけないことを痛感しましたね。今回の目的は新しい水草にチャレンジすることだったので、そういう意味では成功でした。ただ、育成環境によってはこの限りではないので、もっと場数を踏んでいかないといけないですね。とりあえず水草自体は全て健康に育ってますし、厄介な部類の苔も今のところ発生していないので、管理自体は楽で良かったです。これくらい最初から密に水草を植えてると、やっぱり立ち上げ初期の水質は安定しやすいですね。露材を流用したことも関係していると思いますが、水草があるならガンガン最初から植えておいた方が後々楽できそうです。というわけで、ポゴステモン脱線が超大変なことになりつつある30センチキューブ水槽でした。今後忘れ去られそうになっている一番奥のクリプトコリネトンキネンシスは逆転できるのでしょうか。この水槽の続きが気になる方は、
ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。